ユニクロのプリントサービスこんにちは。花友フェスタの時にユニフォームがなかったら着よっかと言ってお話ししていて、3枚だけ作ったんですけれど、森尾さん用意周到でしっかりとユニフォーム、エプロンと T シャツご用意してくださって、この出番がなかったので、今日は28度まで日中上がるということなので、半袖で着てみました。ユニクロのプリントサービスで印刷してもらいましたもちろん売り物ではございません。せっかくユニフォームを準備してくださったのに、私が当日持っていくのを忘れてしまい、結局私服にユニフォームのエプロンというスタイルになってしまって、なんとも忘れ物も多いし、物忘れも多いし、記憶力もないし、典型的なですせっかく今いい時期なので、早く植え替えをね、あれやこれやしたくてしょうがないのに、タイミングがね、このアロカシアのクプレアも新芽出てきて、こっちの傷んでる、こっちのオラニっていうのもちょうど真ん中から新芽が出てきていて、葉っぱが出てる時に根っこいじると葉っぱが開かず終わってしまったり、あとは葉っぱが形がガタガタになったりと、今根っこはいじらない方がいいかなというタイミングなので、せっかくの植え替え大シーズンなのに、私自身もバタバタとなかなか家の植物に着手ができないでいるんですけど、ちゃんとね植物たちは変わらず成長を続けておりまして、これもね開ききってから植え替えをしたいと思います。梅雨に入らなきゃいいんだけどなと思いながら、もうちょっと待ってみようと思います。さて今日は初めて植え替えをしてみるので、初めて触る植物やってみようと思う。今日のカメラの画角に映ってるこちら、ウツボカズラ、これを植え替えしてみようかなと思っているんですけれど、なんせねこれをいじくるのは初めてなので、うまくいくかな、ドキドキだな。下ろしてみようか。こちらをね今から植え替えしてみようと思います。 YouTube とかでも今のシーズン植え替えするといいよみたいなことがちょうど言われているのでね、やってみようと思います。これ自信ないかも。植え替えしていけるかな。いけるといいな。何事もチャレンジ、経験が大事。やってみたいと思います。おいしょ。かわいい。鈴なりで、これ終わってるね、もうね。水がとゆこれどうやってとちょうど去年の12月だから約6ヶ月前かなに初めて、これじゃないんですけど他の種類のウツボカズラをイベントで購入品紹介で紹介してるんですけど、購入してからまだウツボカズラ経験が浅いので扱い方が分かってないんですけど、ウツボカズラの中からお水が、壺の中のお水がまだね経験が数ヶ月、ウツボ経験数ヶ月なんですけれど、私がこれをインスタとかで
写真で上げてたりすると質問がねよく来ます。これって虫をさ食べる食虫植物なんですけれど、虫がいっぱい寄ってきすいませんね、なんか蚊取り線香の煙が入っちゃうわ。これ虫寄ってきませんかとか、虫が家の中に来るんじゃないかって思われる方もいるみたいなんですけれど、わざわざ外から虫を呼び寄せて家の中で大量に呼んでるっていう印象はなく、むしろ家の中に飛んでる小バエを捕まえてくれてるような気がします。たまにねこうやって中覗くと小バエがこれ入ってるよ、小バエ食べてくれたのかな、きっとね、家の中のね。まずはこの任期を終えたカズラちゃんを取りましょう。そして抜きましょう。ゆいゆい、ふっへえ、シダっぽい感じだね。ってことは水やっぱり好きなんだ。はいはい、考察。もずくみたいな感じってことは水大好きだね、きっとね。このシダっぽい感じの根っこだから、もともとジメジメしてるのが好きっぽくて、ウツボカズラ育ててる生産者さんに極力ね水は切らさないようにあげてねって言われてるので、特に家の中でも気にしているんですけど、おちゃんこかわいいな。ウツボの中に用土が入っちゃうな、崩してたら。よいしょ、かわいい。キモカワな植物だから万人受けはしないですけど、私はね好きですね。キモカワの食虫植物の中ではウツボカズラが可愛いなと思ってます。覚えれないんだよね、これのカタカナの名前が。ねペねペ、毎回言ってるな。ペテネペテンステペステペペテンネペテンスペテンス。テロップ頼り。へえ、こんな感じなんだ。これウツボに入っちゃうな、用土が。後でウツボ一個一個洗うか、なんかシャバーっと洗ってやるか。まさかのギャ株が分かれてるパターンということは、これも2本入ってるか。ウツボの中の水が垂れる。いや、これはくっついてるんだ。これは1株か。よし。シダっぽいな。何度も言いますが、シダよりちょい太いぐらいかな。ちょい太いぐらいか。思ったよりサラサラと用土が落ちたな。こっちも落とそうか。母ちゃんにあげようかな、こっち。いらん言われるかな。よいしょ。でついでに壺の中はお水後でシャワーでザーッと入れればいいから、とにかく根っこと壺を洗って、こんな感じ。へえ、ひじきって感じかな。もずくよりもっと気難しそうな根っこかななんて思いましたけど、そうでもなさそう。
常にね水を切らさないように管理してるんですけど、水がまず切らしかけちゃうとここの葉っぱからカリカリになって、葉っぱもねもっとこうヘローってなって、水切れのサインは分かりやすいですけど、葉っぱこのカリカリになっちゃうと戻らないから、本当はねもっと綺麗な状態でこんな感じで維持したいんですけど、私すぐ水やりサボっちゃうからね。むっちゃ可愛いやん。ウツボカズラも飾り方次第かなと思ってます。根張り鉢何号？5号、少し大きめで、いつもだいたい3号4号使うんですけど、今回5号で用意しました。そして水をジャブジャブあげるんで、あげすぎると根腐れにもつながるから、炭を入れて、炭の効果、根腐れ防止、通気性の向上、ここに期待して水をジャブジャブあげる植物だからこそ通気性とか大事にしていこうね。そしてココメディア使っていきます。今回少しブレンドしようかなと思っていて、ウツボカズラの生産者さんに聞いたら、ウツボカズラの生産者さんは鹿沼 100% でやってるんですって。持ってくるね。ほい。これがウツボカズラの生産者さんのところで購入してるウツボカズラで、これ今水切れてますね。こうやって蓋がヘロヘロで葉っぱもカールしてきちゃってるので、早くお水あげないと。これ生産者さんのところでイベントで購入したウツボカズラ、鹿沼 100% なんですよね。鹿沼お水あげる時にプカプカ浮くから抑えでこういうの置いてあるみたいなんですけど、鹿沼 100% で育ててます。これむっちゃ可愛いよ。これもねもうすぐ、可愛い。こうやって葉っぱの先端からつぼができるんですけど、ここからどんどん膨れ上がってきて、こんな感じで、これもうすぐ開くよ。パカッとね、どんどん切り込みが入ってきてパカッと開くんですけど、これ一回水やらないと。急げよいしょ。余談でした。鹿沼 100% でできるよって言われてるんですけど、私はこの有機のココメディアにもうちょいじゃあ鹿沼を入れてやってみようかなと思ってます。鹿沼とココメディア2つ掴んで、ふわふわだ。目分量でいこう。今6ヶ月ぐらい経ってダニとか肌ニとか貝殻とかは感じたことがないんですけど、念のためオルトランを混ぜます。そこまで植え替えは難易度は高くない気がする。もう少し細い根っこかなと思ったんですけど、そうでもなかったな。よいしょ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 、ギュッギュッと、こんな感じでいきましょう。一旦土
土をかぶった用土とか中一回洗って出して、水はだいたい3分の1ぐらい全体的に壺の中に溜めてあげようかな。掃除してきます。